こんにちは。今日はシンプルですごく簡単な膝掛けを作っていきます。ちょうど難しすぎずに簡単すぎない感じで、何かついでにしながらの編み物にぴったりだと思います。よかったら試してみてください。使用する糸はダイソーさんのポストカードの色はオランダの花畑、300円で、材質はアクリル 100%、 80g で約450メートル。使用かぎ針の目安は2号で、価格は300円で、バーコード。もう一色は同じくダイソーさんのファジー、色はチェリー、重さは約 40g、 160メートル。材質はアクリル 100%、 使用かぎ針の目安は7号で、バーコード。これとこれを1本ずつ合わせて2本で編んでいきます。針は 7mm を使います。あとはとじ針とマーカーを使います。2本の糸を一緒にして鎖編みをしていきます。鎖編みを92目で、92目で編んだ場合の横幅のサイズは約90センチになると思います。で、今回の作り目の数は3の倍数プラス2目なので、この数で好みのサイズに調節してください。で、実際には92目で編んでいくんですが、ここでは小さくして20目で編んでいきます。1段目の中長編みを編んでいきます。最後の鎖にマーカーをつけておきます。で、このマーカーはずっとつけたままにしておきます。中長編みを編むので鎖を2つ、で、針から戻って4つ目に針を入れます。1、2、3、4。この時は表ではなくて裏返して、この糸が盛り上がっているところに中長編みをしていきます。もう一回数えて、針から1、2、3、4。4つ目はマーカーの隣になります。中長編みをします。中長編みをするので、針に糸を絡めて、1、2、3、4つ目で糸を出してきて、これを一度に引き抜きます。これで中長編みが1本。隣の目にも同じように中長編み絡めて、隣の目で、糸を引き出すときは目のすぐ近くを持ってで出します。糸が出ているところを押さえて一度に引き抜きます。隣の目にも中長編みで、また隣にも。このまま端まで中長編みを続けます。次は2段目、鎖を2つで裏返します。2段目は下の中長編みの間を通って糸を出していきます。で、まずこの1本目と2本目の間、ここに
針を入れて糸を引き出します。まず表から針を入れて、で表に戻ります。でここで糸を引っ掛けて出してきます。これを長編みでします。表から入れて表に戻ってきます。まず鎖2つの状態から戻って1本目と2本目の間、長編みをするので針に糸を絡めて1本目と2本目の間で、ここで引っ掛けずに表に戻ります。で糸を引っ掛けて出してきます。3本になったら2本ずつ引き抜いて、で長編み。これで表から糸を引き上げた長編みができました。ちょっと立体感がある長編みができました。で次は裏から糸を引き上げて編んでいきます。今は表、次は裏。針を後ろに回して、今2本目の後ろに糸が通っているので、次はこの3本目、1、2、3、3本目の前を通ります。絡めて後ろから絡めて、このままで裏に戻ります。引っ掛けて引き出してきます。3本になったら2本ずつこれで裏から糸を引き上げた裏引き上げ編みで、裏はちょっとややこしいのでもう1回だけこの1、2、3本目と絡めて後ろ裏に戻って引っ掛けて、3本になったら2本ずつこれで裏で、この糸を引き出すときに引っかかって他と引っかかってしまうときには、この時にこうペタンと山折りにして、でトンネルを通るようにして引き出すと引っかからなくてやりやすいと思います。で2本ずつこれで裏引き上げ編み、この表と裏を交互に繰り返していきます。裏を編んだので次は表、次表から入れたら表に戻って長編み、裏からの時は裏から入れて裏に戻って引き上げ編み、次は表、
こういう感じの編み方になります。でこれは伸縮性があるので、帽子の縁とかあと袖とか伸縮性が必要なところにも使える編み方です。次は表。端まで編んできて、最後の中長編みにも長編みを編んだら、この鎖のこのマーカーがついたところを含めないで、下から1、2、2つ目に中長編みを1本、このマーカーがついた目を含めないで1、2、ここに中長編みで、針を入れる場所は2本の糸の下、ここに中長編みを編んでいきます。中長編みなので絡めて1、2で2本の糸の下で中長編み、これで2段目が終わりました。次は3段目。鎖を2つ、で裏返します。3段目は V ステッチを編んでいきます。1つの目に中長編みを2本で、まず今鎖を編んだこの下は数えません。鎖の下とここは数えずに、次から数を数えます。でここから数えて1、2、2つ目に中長編みを1本絡めて1、2、中長編み、次は鎖を1つ、同じところに中長編みをもう1本、同じところ、これで1つの目に中長編み、鎖、中長編み、これを端まで編んでいきます。足元は2つ飛ばして3つ目、1、2、3、中長編み、鎖1つ、同じところに中長編み、中長編み、鎖1つ、中長編み、この端では足元1つ飛ばして V ステッチ、それ以降は2つ飛ばして V ステッチ、次もまた足元2つ飛ばして3つ目に中長編み、1、2、3、同じところ、最後の V ステッチを編んだら、隣は
飛ばして、ここに V ステッチを編んで、隣の目は飛ばして、下の鎖の2つあるうちの2つ目に中長編み、ここではなくてここ1、2、ここの2本の糸の下に中長編みを1本、これでこっちも V ステッチの後に鎖1つ飛ばして、こっちも最初は鎖1つ飛ばして、で V ステッチ、次はまたここと同じように中長編みを編んでいきます。これと同じことをずっと繰り返していきます。で鎖2つで裏返します。でまたこの鎖2つの下は数えないで、ここは数えないで、次から全部の目に中長編みをしていきます。中長編み、隣にも中長編み、で次も中長編み、ちょっと小さくなっている目もここにも中長編み、一つの目に一つの中長編みをしていきます。でここが V になっているので、ここに針を入れてしまいがちなんですが、ここではなくてこの一つ一つに中長編みをしていきます。これで端まで中長編みを続けます。中長編みを繰り返してきました。で端ではどこまで編むのかちょっとややこしいので、横から見てみます。そうするとここの横が鎖3つみたいに見えるんですが、この鎖の下から3つ目は鎖ではなくて、この V の形の中長編みの頭なので、ここに中長編みをもう1本、ここの上には中長編み、で次は横から見て鎖2つが残っています。でこの下から2つ目にも中長編みを1本、ここで立ち上がったところなので、下から2つ目でまた2本の糸の下、これで4段目が終わりました。でここからまた下と全く同じなんですが、もうちょっとだけ初めのところを編んでみます。鎖2つで裏返して、下から糸を引き上げる長編みを編んでいきます。まず1本目と2本目の間、長編みを編むので絡めて、1本目と2本目の間で表から引っ掛けて引き出して長編み、次は後ろから、次は表、
こういう感じで端まで編んでいきます。5段目の端まで来て、最後の中長編みにも長編みを編んだら、鎖の下から2つ目に中長編みを1本、これで5段目が終わりました。次は6段目。ここと同じように V ステッチを編んでいきます。鎖を2つで裏返して、ここは数えないで、次から2つ目、鎖1つを飛んで2つ目、中長編み1、2、鎖1つで中長編み、次は足元2つ飛ばして3つ目、でまた2つ飛ばして3つ目、で最後は足元1つ飛ばして、下の鎖の下から2つ目、ここに中長編みを1本、両端では足元1つ飛ばして、他は2つ飛ばして V ステッチ、これをずっと繰り返していきます。3段を繰り返していきます。次は中長編みで引き上げ編みで V ステッチでしばらく編んでいきます。このファジーの方を3玉使い切って、長さは約65センチになりました。ちなみに横幅は約88センチで、3玉使い切ったところで糸を切って糸始末をして終わりにします。でちなみにこっちの方は1玉と3分の1ぐらい使いました。で今中長編みで終わっています。最後に鎖1つを編むようにして糸を切ります。でこれを簡単に隠していきます。
こんな感じで最初の糸も糸始末をしておきます。でこれで出来上がりました。今回使用したどちらの糸もすごく軽くて、でちょっと伸縮性がある編み方で編んだので、体に沿って使いやすい感じになると思います。使った糸がもともとオランダの花畑という名前がつくぐらい綺麗で可愛い色なので、さらにピンクを合わせて元よりももっと明るく綺麗な花の色にしました。シンプルな編み方で太い針で編んでいくので、意外と時間がかからずに出来上がると思います。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ登録と高評価をお願いいたします。